皆さんこんばんは、さちです。今回はプチプラポリッシュとセリアのオーロラパウダーを使ってうるうるで可愛い縦グラデーションをやっていきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートはジーニッシュのネイルプロテクター03番を使います。今回は透け感が強めのシェアカラーを使うので、実目が透けるのを防止するために色付きのハードナーを使います。これ本当に使いやすくておすすめです。ベースコートが濡れたら3分くらい乾かします。キャンメイクの N82 番とネイルホリックの RO040F を使います。N82 番を親指の右側半分に塗ります。2度塗りするのでムラは気にしなくて大丈夫です。ブルーが乾く前に RO040F を左側に重ねます。境目は少し剥圧をかけながら何度かなぞるようにすると綺麗になじみます。刷毛はキッチンペーパーに拭き取ります。中指と薬指も同じように半分ずつ塗っていきます。2色とも透け感が強めのカラーなので、境目を軽くなぞるだけで自然なグラデーションになります。ピンクとブルーの組み合わせが初夏にぴったりですよね。暑くなってきたから涼しいカラーを使いたくなります。寒いのも嫌だけど、暑くなると虫が出てくるのが嫌なんですよね。すでに蜂が飛んでいたので、外出するときは黒を着ないようにしてます。人差し指と小指にはキャンメイクの N52 番を塗ります。繊細な青ラメでキラキラした海みたいでとっても綺麗なカラー。角度によってはピンクやパープルにも光って見えます。夏にも冬にも使いやすい神秘的な輝きです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。RO040F を使います。RO040F を人差し指に重ね塗りします。ラメの上にシェアカラーを重ねるだけで奥行き感が出て凝った印象になります。小指には N82 番を重ねます。ベースにラメを塗っているおかげで一度塗りでもムラが分かりにくいです。もう一度縦グラデーションをやっていきます。最初と同じように半分ずつに塗って境目をなぞってなじませていきます。親指に少し傷ができてますが、先日ドッグカフェでワンちゃんたちと遊んでいる時にガブッとされてしまいました。痛かったけどワンちゃんは何やっても許せちゃいます。モフモフのサモエドちゃんもいて幸せ空間すぎました。疲れた時はドッグカフェに行って癒されるのが最近の楽しみです。境目が綺麗にぼかせなくても、この後オーロラにすると目立たなくなるので気にしなくて大丈夫ですよ。何度も触りすぎて刷毛跡でデコボコになってしまうとパウダーが綺麗につかないので、触りすぎないように注意してください。2度目が塗れたら9割くらい乾かします。セリアのオーロラパウダーを使います。今回はブルーを使っていきますね。ジャンコードはこちらです。内蓋がついてるのでピンセットで取りますが、ここで結構苦戦してしまいました。2度塗り目を塗る前に内蓋を取っておいた方がいいかもです。少しペタッとするくらいまで乾いたら、アイシャドウチップにパウダーを取って全体にポンポンと優しくつけていきます。カラーがよれないようにスタンプを押すみたいな感じでつけていきます。まだこすらずに、まずは全体にパウダーをつけてください。机が汚れないようにキッチンペーパーを敷いておいてくださいね。ある程度全体についたら優しくこすっていきます。強くこすったり往復でこすってしまうとカラーがよれてしまうので、軽いやつで一方向に動かすようにしてください。ポリッシュの場合はパウダーを多めにつけた方が摩擦が軽減されてよれにくくなります。うるっとツヤが出るまでひたすらこすりますよ。利き手は特にこする時の圧の調整が難しくて、アイシャドウチップだとうまくできないって方は指の腹を使って撫でるように磨いても大丈夫です。
個人的には利き手は指を使った方が楽に感じました。余分な粉はメラミンスポンジでさっと払います。パウダーをこするとこんな感じで光ります。中指と薬指も同じようにパウダーをこすっていきます。セリアのオーロラパウダーは今回使ったブルーとパープルのセット以外にも色違いがあと 2,3 種類くらいあったと思います。他の色を使ってもきっと可愛いと思いますよ。もしぼかした境目がデコボコになっている場合は全体にトップコートを塗って9割くらい乾かしてからパウダーをこすると綺麗に仕上がります。試し塗りした時に境目にハケ筋が残ってしまっていて、そのままパウダーをこすったらハケ筋がくっきりと仕上がりました。心配な方はトップコートで一度表面を滑らかにしておくと確実に綺麗に仕上がります。パウダーを払うのはブラシでも大丈夫ですよ。水性トップコートを使います。パウダーをこすった指に水性トップコートを重ねます。パウダーの上から普通のトップコートを重ねてしまうとせっかく綺麗に磨いたのにザラザラになってしまいます。履き圧をかけずにふわっと重ねてください。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ネイルホリックの SV018A を使います。SV018A を親指の根元に細く重ねていきます。ハケ先に少し多めに液を取って液を置いていくように少しずつ描くとやりやすいです。できるだけ細めに重ねると大人っぽく仕上がりますよ。中指と薬指も同じように根元に重ねていきます。オーロラだけで終わらせようと思ってたのですが、細いラインがあった方がデザインが引き締まるし、根元のガタつきを隠せるのでラメも足してみました。ラメが塗れたら2分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。縮み防止のためにディア A を塗ってからネイリストを重ねて仕上げます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。オーロラに光る縦グラデの完成です。うるっとしていてジェルみたいですごく綺麗ですよね。パウダーをこすることでグラデーションの境目も自然に見えます。使用したものをまとめます。右手はこんな感じで人差し指と薬指を縦グラデーションにしました。水性トップコートのおかげでザラザラになることもなくつるんと綺麗なオーロラに仕上がりました。画面よりも実物の方がもっとうるつやで可愛いので皆さんもぜひお試しください。次回は違うカラーのオーロラパウダーを使って綺麗めなグラデーションネイルをご紹介します。オフィスにもぴったりなビツメデザインです。楽しみにお待ちくださいね。またねー。